はいどうも B 賞です。今日の動画はスパイダーマンノーウェイホームの最新予告動画について感想だったり考察系の内容を話していこうと思います。ネタバレとかも含まれているので見る方はその点注意してご覧ください。まず今回のこの予告編なんですけど、アメリカだと予告公開のためだけにイベントが開催されるというね、かなり異例で豪華な予告公開だったので、世界的にもかなり注目されてるんだなというふうに思いましたね。で予告ね早速見たんですけど、最初から最後まですごいワクワクしますし、そんなシーンあるんだとか、そんなところまで見せるのっていうシーンばかりで本当にやばかったですね。この映画の終わり方なんかを考えてもいろんなパターンが考えられるので、本当に公開まで夜しか寝られないくらい映画公開の1月7日が楽しみですね。今回のストーリーなんですけど、時系列的にはファーフロムホームの後すぐの話になると思うんですよね。予告を見てみると MJ と付き合えて幸せの絶頂のピーターを本当にどん底まで突き落とすような展開が予測できたりだとか、本当にどうなっちゃうんだろうというような感じですね。そして出演が噂されている過去作スパイダーマン、トビー・マグワイアだったりアンドリュー・ガーフィールドといったスパイダーマンについて話していこうかなと思うんですけど、出るか出ないかで言えば今回出演はないかなと思ってます。もちろんね、出てくれたらそれ以上に熱い展開っていうのはないですし、これ以上の映画はないっていう風に言えると思うんですけど、あくまでピーター・パーカーイコールスパイダーマンという概念的な考え方になるんじゃないかなと思ってます。ドクター・オクトパスとトム・ホスパイディが対面するシーンで着ている普段着のようなスーツを見ても、そういう設定が関係してくるんじゃないかなと思いますね。その後オクトがお前は誰だっていう風に、違う人物であるってことを認識するんですけど、それについてはアームの色なんかもその時点で変わっていたりもするので、アイアンスパイダーのナノテクが関係して正気を取り戻すとか、そういった展開が考えられるのかなと思いましたね。でその後はスパイダーマン側の味方として戦うのかなと考えてます。過去作のスパイダーマンが戦いとかね、物語の中心としても出てきたら最高なんですけど、その点皆さんどう思いますかね。あとね、熱かったシーンはもう本当にいっぱいあるんですけど、 MJ が落下して手をつかみかけるシーンなんかもあったんですよね。あれなんかはアメイジングスパイダーマン2のシーンをかなり連想させますし、それぞれの次元でピーター・パーカーが体験したこと、経験したことっていうのが今回のトム・ホスパイディにも降りかかる。かつマルチバースで次元がつながることによって、そのそれぞれのバースにいるいろんな敵っていうのが現れて戦うっていうような感じになるんじゃないかなと個人的には思ってます。そして予告最後のシーンでストレンジが他のユニバースが侵食し始めていて止められないっていう風なセリフがあったんですけど、あれについてはね、おそらく最後の戦闘前のシーンで止められなかった結果、サンドマンだったりエレクトロ、リザードといった強敵が現れるのかなと思いますね。グリーンゴブリンとドクターオクトパスについては、それよりも前にストレンジのやらかしによって迷い込んできたのかなというふうに思ってます。そこで映るトモホの顔もまだ戦闘前っていう風な感じの雰囲気もありますし、他ユニバースの侵食という風な言葉についてはストレンジの行いだけが理由ではなくて、ロキの最終回で新生時間軸が崩れてしまった結果、時間軸が枝分かれするっていうようなシーンと同じような紫の光が現れているので、予告のラストシーンの裏あたりであり続ける存在の死だったり、時間軸が崩壊したことっていうのが重なって、過去作の敵が出現するのではっていうふうに思ってますね。なのでまず第一段階としてストレンジのやらかしっていうのがマルチバースの扉を開けてしまう。その後に第2段階、ロキ関係でマルチバースが崩壊するというような流れかなと思ってます。本当にね、考えてるだけでも壮大すぎてわけがわかんないんですけど、僕の予想はこんな感じです。で最初にね、過去作のスパイディは出ないっていうふうには言ったんですけれども、仮に出るとすればリザード、サンドマン、エレクトロと戦うシーンで、3対1の構図があるんですけど、そこで話題になっている通り、3人のヴィランの向かう方向がおかしいだったりとか、ブラジル版のカットだけ少し長くてリザードが殴られている編集が入ってしまっているというようなねこともあるので、それが過去作スパイダーマン含めて3対3の戦いになって最後それぞれの次元に敵を連れ帰るっていうのがね、登場するパターンとしては一番綺麗なストーリー構成なのかなと思いますね。ただそうだとするとストーリーが綺麗にまとまりすぎる気もしてしまうんですよね。なのでトム・ホスパイディが大きな選択を迫られるっていう風な話だったり、全員を救うことができないっていう風なセリフも含めて考えると、誰かは次元を閉じるために犠牲になるというような気がしますね。でそれが今回の主役でもあるトム・ホスパイディなのかなという風に思っちゃうんですよね。で3作目
今回のノーウェイホームが終了後、今後の作品では別次元での話、ベノムとかモービウスとかそういった話につながっていくんじゃないかなっていうふうなことをちょっと期待してる自分もいます。その方が今後のスパイダーマン単体としての展開としては、期待できるのかなっていうふうな気もちょっとしますね。アベンジャーズのスパイダーマンももっと見たいんですけど、今回でトム・ホスパイディとしては見納めなのかなというふうな残念な気持ちもありつつ、新しいスパイダーボーイがねまた今後登場するのかなというふうになると思ってますね。で、新しいスパイダーマンっていうのがマイルス・モラレスとか、そういったね、新しいスパイダーマンにつながっていくのかなと思ってます。本当にマルチバースっていう設定がスケールがでかすぎて考え出したらキリがないですし、どの程度それぞれの世界を行き来できるのかっていうのがわからないんですけれども、本当に十人十色の考え方があると思うので、いろいろと予測しながら本編待ちたいと思います。はい、ということで、今回はここまでなんですけど、本当に公開が楽しみですね。世界から1ヶ月間遅れるっていうのがかなり辛い内容だなっていうふうに今の時点で思うんですけど、いろいろと妄想しながら楽しみに待ちたいなと思いますね。今後動画でもちょっとシニスター6、ヴィラン系の話だったりとか、スーツも今回たくさん出るので、そういった話もしていけたらなと思うので、ぜひチャンネル登録してくれると嬉しいです。で、またね、この動画見て皆さんの意見とかコメントなんかも書いてくれると嬉しいので、ぜひね、否定的な意見でも何でもいいのでよろしくお願いします。で、概要欄の方に予告のリンクだったり、僕の Twitter、Instagram のリンクもあるので、よかったらフォローお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。